おはようございます。経済金融コメンテーター新手貞夫でございます。今日はちょっとすいません。喉をやられておりまして、お聞き苦しい点がありましたらお許しください。はい。じゃあ今日のニュースですが、まず一面トップはですね、日韓脱炭素燃料で供給網ということで、経済安保ですね。これもね、経済安保。ですから、これもまたいつものセリフで申し訳ないですけど、世界はあっちとこっちです。はい。で、こっち側はこっち側で仲良くしましょうね。ということなんですよ。これ何を言いたいかというと、韓国を絶対向こう側にしてはいけないってことです。その、日韓の間にはいろんな複雑な感情のもつれとかいろんなことが過去からありますけど、韓国が向こう側に行ってしまうと、ムンジェインの時行きかけたじゃないですか。で、そうすると何が起こるかというと、えロシア、中国、北朝鮮、イランにもう一個加わるっていうことですよ。で、そうでなくても、日本はこの、ね、あっち側の国のロシアと北朝鮮と、中国と3つに国境を接してるのに、ここに韓国の国境線が加わったらどんなことになるかという話でございまして、韓国とは、なんだかんだ言いながら、価値観を今のところ民主主義で共有してるわけですから、一緒にやっていかないかんというのが現状かと思います。これは経済安保の話ですね。はい。で、次に、今日の覚えていただきたい単語。これですね。MBO。はい。えマネジメントバイアウトって言います。で、ベネッセですね。皆さんね、真剣ゼミで有名な。はい。うちも子供たちみんなやってましたし、私も高校生の時はですね、ここの福武書店のですね、模擬試験を受けた記憶がございます。結構進学校ばっかりが受けててですね、偏差値がなかなか高いのが出ないんですよね。みんな優秀だと偏差値が上がらないんですけど、応募者模試と、真剣模試ではですね、なんか偏差値が5ぐらい違うんですよね。はい。で、この MBO ってなんだっていうと、その通信事業自体がさほど、小学生が減っていく中では、なかなかうまくいかんと。で、上場してるまんまでは、株主への説明責任が発生するので、そこをはしょりたい。ということで、非上場にします。ただ、今の株価が1791円ですけど、これをですね、800円乗っけて、800円乗っけて、売ってくださいということで、やります。ね。ですから、株主にしてみたら、1791円の価値のものが2600円で売れるんですよ。だからもう必ず応じてくださいということで、新しくこのヨーロッパのファンドと組んでですね、上場廃止にして、で、またどっかで上場するんですよ。スカイラークはそうやりました。この再上場するやり方のことを、えエグジット戦略と言います。出口戦略と言います。ですから、ベネッセも、5年から7、8年の年月、それ以上長いとね、このファンドさんも付き合ってられないので、できるだけ早く、立派な形にして、要は一株2600円以上で売ればいいわけですよね。売れるということは、上場するということですので、一株3500円とか4000円にして、再度上場するということが目的です。でこのマネジメントバイアウトはですね、創業家は創業家で決意してるわけですね。もう全財産投げ打って、もう一回勝負かけたいということですね。スカイラークもオーナー家がやりました。で、一番問題なのは東芝みたいなケースですね。経営陣が自分たちの全財産かけて勝負するんじゃなくて、いや、国と銀行さんとかみんなで非上場にしてくれませんかっていうようなね、東芝が一番情けない形ですけど、このマネジメントバイアウトっていうのは、ある意味、スピード感を持って大変革をするという意味では非常に有効なツールなので、これからも多分出てくると思います。で、こういう時に、事業再生系と言われるファンドが、付き合うことになるわけですね。
ぜひ覚えてほしい言葉が MBO です。次、出ました。もう、大蔵省の犬、Z 真理教の信者のまた記事ですよ。金利ある世界、利払い懸念。すいません。僕ね、実は国債ね、たくさん持ってるんですよ。退職金国債にしたんですよ。だからね、しかも私ね、国債は変動金利しか買わないんです。ですから、金利ある世界に戻ると、私の退職金が化けた国債は、金利が上がってくれるので、私の収入は増えるんです。わかります？一昨日もどっかで喋ったんですけど、三面投下の原則というのがあって、国が利払いが増えれば、誰かの収入が増えるんですよ。はい。で、誰かの支出は誰かの収入。ですから、国が利払い増えれば、日本の国債は95%が日本人が持ってます。はい。あなたが持ってなくても、あなたが預金した銀行が持ってます。ね。で、あなたの銀行が持ってなくても、あなたの預金した銀行が預金している日本銀行が持っています。ということで、実は払った利息の 95% は日本人の所得になるんですよ。ですから、これはね、端的に脅してるだけです。はい。Z 真理教の鬼ですね。で、非常に腹が立つのはこれですね、基金ですね、基金。で、これはね、財務省の人が基金なんかやめろという意味で書いてるんですけど、基金っていうのはせっかく予算にしてもですね、塩漬けにして使えないんですよ。これ非常に基金はね、立ち悪いです。例えば、こんなイメージですね。お父さんがお小遣いが5万円だったのを、じゃあ7万円にするからって言って、よっしゃ、2万円飲みに行けるぞと思ったら、お母さんから、いや、いずれ車買い替えるので、車買い替え積み立てに3万円してくださいって言われて、あれ手取り4万円になっちゃうじゃんっていうね。まあそういう話ですよ。だから、この基金っていうのはね、だいたいよくよく見ないとですね、ろくでもないことになりがち。で、普通国債の残高がなんと1027兆円になりますと言って、ここに下に大騒ぎで書いてあるんですけど、このうち、600兆円をなんと政府が持ってます。なんか問題あります？で、国が持ったらあかんのやーって言うけど、いや、あかんって言うところ今でも6割持ってるんですけど、何があかんのですかと。でもあかんのやーわけわからない。だからもう、例えばこれからどんどんその日銀でもですね、国債が満期が来るわけです。で、満期が来た、国債の金利というのは、全部、満期が来て買い替える。買い替えるね。そうすると、高金利のものに変わっていくじゃないですか。そしたら日銀の収入がまた増えるんですよ。日銀の収入が増えると日銀というのは年間何兆円って儲けてますんで、そらそうですよね。だって、原価20円のお札をですね、1万円や言うて、こう、帳簿計上するわけですから、ね、今日本に福在吉さん、130兆円ぐらい出てます。ということは130兆円は日銀券という形の期限のない借金証書なので、そうすると130兆円の、無コストで集めたお金の資産っていうのが日銀にあるわけですね。これを通貨発行差益と言います。かっこよく言い方にすると、イニシュリッジって言います。通貨発行益って言うんですけどね。ですから、この金利のある世界、利払い懸念なんていうのを見たら、眉に唾をしていただいて、誰か書かしてんな、かわいそうになと。日経新聞の人もね、これをちゃんとこう書くことによってですね、消費税8%に軽減税率していただけるわけです。軽減税率さえなくなればですね、実はインボイスはいらなくなるんですよ。軽減税率があるからインボイスが必要になるわけです。ね、ちょっと言いにくいですけど、紙おむつも 10% なのになぜか日経新聞は 8% という非常に不思議なことになっておりますということです。今日4ページにちょっと一部ね、また防衛装備完成品の輸出容認ということで、防衛産業を成長産業にしようということがまた4ページにも出てます。はい。で、あとですね、今日はまた中銀デジタル通貨。はい。これがね、ややこしいんですけど、楽天ポイントとか、いろいろポイントってありますね、T ポイントみたいな。このポイントのところを1ポイント、2ポイントじゃなくて、1円、2円って書くんですよ。で、しかも、
発行元が楽天とか、伝え書店ではなくて、日本銀行になります。ということは、日本で暮らしているすべての人が使えるものでなければならないし、受け取り拒否は犯罪です。じゃあそういうデジタル通貨というのはどうあるべきかというのを、今、一生懸命まだ研究中という状態です。ただ、これについてはですね、中国がものすごく突出して走ってるので、中国だけに一方的に走らすわけにはいかないということですね。はい。今日はそんなとこかな。あ、これ言っとかなきゃいけない。昨日、これ見ててびっくりした。私がですね、昨日は化粧品の値下がりの話をしたんですけど、欧州株30区で出遅れと書いてあって、なんだって言うとですね、ルイ・ヴィトンとかカルティエとかですね、いわゆるヨーロッパブランドですね。こういう株って上がり続けてきたんですよ。で、実はこういうブランドの株ばっかり集めてるね、ブランド株オープンなんていう商品があるんです。すごく儲かりそうでしょね。私山のようにセールストーク喋ってきたんですけど、実はこの中国がおかしくなったら、ブランド商売がおかしくなったというね、風が吹けば岡谷商売です。だから中国人の人もですね、一時期日本のね、人が、サンローランやとか、ビトンやとかね、日本の OL が普通に走り回ってたと同じようなことをですね、中国人の方もやったわけですね。この棚のこっからここまで全部くださいとかね、そんなバカな買い方をしてたわけですけど、中国も今ちょっと本当に景気悪くなってるようなので、そうするとこういうバカな買い方をする人がだんだん減ってるわけですね。そうすると、もともと価値の本当にあるのかないのかわからないけど、ビトンの長財布が7万円って決まってるわけですよ。なんで？それはもう見た瞬間に誰もがビトンの長財布見たら、あ、この人7万円の財布持ってるわ。って思うからビトンの財布は7万円なんですよ。製造コストに利益を乗っけて適正価格が7万円じゃないんです。この辺はですね、ビットコインとか、遊戯王カードとか、そういうのとよく似てるんです。はい。このブランドの儚さって。だからブランドイメージを維持するために、莫大な広告宣伝費をかけて、イメージを作っていくんですけど、なんであんな莫大な広告宣伝費かけるかって言ったら、もともとそんなに価値がないものだからですよ。そう、分かりきってる話なんですよ。で、分かりきってるけど、私はこのビトンの長財布7万円を持ってるわよ。バーキンのバッグ80万円を持ってるわよっていうことを人に見せつけるために買ってるわけですね。で、この、景気悪くなるとですね、これはもうこんなん買うてる場合ちゃうわ、ということで、ちょっとこの、ルイ・ヴィトンとかですね、この辺が厳しくなった。グッチ、イブ・サンローラン、全部厳しいんですって。まあね。さあ、しょうがないですね。中国人がね、やっぱりちょっと異様な行動してたのが、ふと我に返るとですね、いや、それ本当に価値ないじゃんみたいな話になっちゃったという話でございます。それ以外の決算はやっぱりでもどこも増益ですね。はい。ビール3社は値上げで増益ということで、猛暑も良くて、ビール会社はみんな儲けましたという日ですね。あと中国が今日は独身の日です。1111なのでね。で、ここでどれぐらい売れるかで、中国の景気がどれぐらい悪いかが本当にわかる。で、アリババとかは別に売り上げ嘘つかないんで、中国国家統計院は平気で嘘つくんですけど、さすがにこの小売業の数字は嘘つかないと思うので、ここはね、みんな、見てるところでございますね。はい。ここにも一つあれですね、MBO のニュースが出てましたね。これも懐かしい銘柄ですね。で、さっき勉強した MBO ですよ。オイシックスの子会社にシダックスがなんだって。シダックスって一時ね、野村監督が野球の監督してたりしてた、シダックスですね。カラオケとか、料理とかいろいろやってたところですけど、オイシックスの子会社になると。これもマネジメントバイアウトですから、シダックスの経営者。これシダさんっていうんですね、確かね。の一族とかが多分金出すんでしょう。ということでございます。今日のところはこんなとこです。面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。